シカスカレージをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、前回ホイールをパープルマジックを使って綺麗にしたんですけれども、タイヤの方もね結構綺麗になったので、せっかくならちょっと艶出しをしたいなということで、タイヤワックスの検証をしていきたいと思います。で、いつも私が使ってるタイヤワックスは、最近はこれシュワラスターの水性のタイヤワックスで、あとはこれ結構前に使ってたタイプなんですけど、これは何なんだろう、タイヤとウレタンバンパーに使えるワックス、なんか靴積みのような感じで固形のタイプ、こんな感じ、靴積みだよねこれ、匂いも含めて本当だね。はい。こっちは水性の白い乳液タイプで、あとこれはちょっと気になったんで買ってみたんですけど、ブラックソフト99のこれはタイヤの表面にフィルム、膜を作るタイプのタイヤコーティング、タイヤワックスというよりはタイヤコーティングになります。でこの3種類でどのようなツヤが出るのかっていうのを今日は検証していきたいと思います。はい。じゃあ早速タイヤワックスコーティングやっていきたいと思うんですが、今回は種類の違うものを使うので、ちょっと裏側でやりたいと思います。で、分かりやすいように隣り合わせで施工をしていくと、ごっちゃにならないようにマスキングで分けていきたいと思います。はい、雑把にマスキングが終わりました。じゃあまずここはこのソフト99のタイヤワックス、真ん中シュワラスターの水性タイヤワックス、そして端っこブラックやっていきたいと思います。まずはじゃあ固形のタイヤワックスからやっていこうかな。じゃあまずソフト99の固形のタイヤワックス、上側がスポンジになっています。で、外して内蓋カンカン、爪引っ掛けると簡単に取れます。で、中身、結構使ってるんであれなんですけど、本当に匂いも靴積みだよねこれ。そうですね。でキュッキュッキュッってスポンジの先にちょっとつけて塗っていきます。なんでねこれを使ってみようかと思ったかっていうと、ネットでいろいろ調べててね、ツヤの出ないタイヤワックス、ツヤが出すぎないっていうのがちょっと大人な仕上がりを目指してた頃があって、でこれを使ってたんですけど、確かにこれなんか微妙だな、古いからダメになっちゃったかな。ちょっと拭いてあげてね。でもツヤ出てますね。ツヤ出るね。控えめなツヤを求めていた時期があったので、これを買ってみたんですけど、もう最近はもうちょっとテカテカしてほしいんであんまり使ってません。こんな感じでツヤ出てますね。ピカピカしてる。おお、いい感じじゃん。じゃあ固形のタイヤワックスは終了。続きましてシュワラスターの液体のタイヤワックス水性、これも箱を開けると、まずはタイヤワックス、そしてスポンジが付属しています。こんな感じでね。でちょっと液体なんで振ってスポンジにトゥッと垂らして塗っていきたいと思います。でこのタイヤワックスを選んだ理由は水性だから。やっぱり油性のタイヤワックスはちょっとギラつきすぎるのと、タイヤの劣化を早めるみたいなのを見たんで、やっぱりタイヤもね、あんまり安いタイヤ履かないように気をつけてるんですけど、それがゆえに高いんで、ちょっとでも長持ちするようにこのタイヤワックスを選んでます。これ最近一番使ってるって感じです。今これしか使ってないから。そうなんですか。ちょっとこれも引き上げてみます。やっぱいいんじゃないですか。これビデオだと違いが分かんないかな。そうっすね、ちょっと分かりづらいかな。こんな感じでシュワラスター水性ワックス終了。続きましてフィルムタイプブラックこれ15年ぐらい前に1回使ったことがあると思ったんですけど、60日耐久って書いてある。そんな前からあるの。だからその当時多分出たてぐらい、60日以上耐久って書いてあるけど、結果から言うとその15年前当時に施工したブラックは15年持ちましたなんでかっていうと、15年で1万キロぐらいしか走ってないから。1万キロも走ってなかったんじゃないかな。すごいですね。すごいでしょ。中身が、ブラックの液体、そして手袋も入ってるのかなこれで、あとはスポンジが2個で、多分これ1回やると、スポンジ乾くとスポンジが多分ガリガリになるのかな。だから再使用できないんで、もう使い捨てなんですかスポンジ。多分そうだと思う。フィルムが固まっちゃうから、スポンジもったいないからちょっと切るか、うまいこと端っこだけ使ってやってみますか。で、使用方法、手袋を必ず着用する。汚れを落とし水分を完全に乾かせてから施工してください。ボトルをよく振り、付属の専用スポンジ液体を取る。やってみますか。
よく振る、開ける、ちょんちょんする。でいざはい塗ります、どうだろう。それはな、塗った直後は当然そうっすね。ツヤツヤになるわけですけれども、くっさ、何これ、すごい匂いしない？ああしますね。なんだこれ、接着剤みたいな匂いがしますね。こんな感じでいいのかな。これムラにならないもんかね、これ。どうなんですかね。ちょっと乾かしてみますか。でツヤが出るまで繰り返し塗り込む。ツヤが出るまで塗り込むんですって。はい。あでもなんか馴染んできました。硬くなってきた、うん。でこれはタイヤに塗ってる部分に関してはタオル等で拭き取る必要はないみたいです。塗り込む、ツヤが出るまで塗り込む、うん。なんかいい感じだね。そうですね乾けばムラがなくなりそうな感馴じはある。染んできましたね。だいぶ。まあちょっとこんなで置いてみたいと思います。はい。じゃあ3箇所、いろいろ3種類施工してきました。まずここは固形のタイヤワックス、その隣がショーラスターの水性の液体ワックス、その隣がフィルムタイプコーティングブラック。じゃあマスキングを剥がしたいと思います、はい。真ん中取ってもらおうかね。フィルム、液体、固形、こんな感じです。固形ワックス結構ツヤ出ますね。ツヤあるね、液体が逆にすごいなんかまあツヤはない、うん。ただ黒々としてる、そうですね自然な感じで、フィルムタイプ結構ギラついてるね。そうですね。まだ完全に乾いてないっていうのもあるけど、このフィルムタイプの隣にもう一回固形ワックスやってみようかな。ああはい。じゃあここね、フィルムタイプのコーティングなんですけど、隣に固形塗っていきたいと思います。フィルムの方にね侵入しないように気をつけながら。塗ってる時はなんかすごいマットなんだけどね、これそうですね。まあ動画でも確認できるくらいマットです。マットだよね。これをちょっと拭くとまあ確かにツヤが出てくるんだよね、で剥がしてみましょう。やっぱりフィルムはすごいテカリだね。すごいですね。で固形のタイヤワックス、こう比べると固形が一番自然なツヤ感なんじゃないかな。液体はツヤがなくてむしろ新品のタイヤみたいなね、黒々とした感じ。フィルムはなんかテッカテカ、固形はツヤが控えめなツヤというわけでね、人それぞれ好みあると思いますけれども、皆さんはどれがお好みでしょうか。こんな感じで、検証してみたんで、皆様の愛車のタイヤワックス選びの参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。またこの動画いいねって思ってくださった方いらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。お願いします。それでは今回の動画は以上となります。急遽カメラマンをしてくれていた鶴太郎くんが自分の86のタイヤにフィルムタイプのブラックこれね、これを施工してみちゃおうかななんていうことになりましたんで、今からちょっとやっていきたいと思います。今タイヤワックス塗ってあるなこれ。そうですね。なので一回洗うか、洗ってやっていきたいと思います。じゃあね、今タイヤワックスちょっとついてるんで洗っていきましょう。はい、お願いしまはい、す。パープルマジック。パープルマジック。これホイールかっけえな。そうなんですよ。渡辺です。リムが切削切削っすね。でスコープがゴールド。はい。分かったんじゃないですか。いろいろつてがありまして、そう安く買わせていただきました。よかったね。はい。新品で買ったらいくらすんの？20万ぐらいすんのかよ。10万、そうっすね。1本5万ぐらいだったかな。へえ、なかなかセンスよくまとめられてます。しかもなんかファブリングみたいなのについてる。ファブリングみたいなのついてます。でも全然大きさ合ってねえ。そうもうね、いや4000円のスペーサークオリティなんでね、しょうがねえですそれは。なるほどね。はい。どこにも合ってないよ。車両側の壁にも合ってないし、ホイール側の壁にも合ってないけどなんかファブリングついてる。面白いねこれ。風なやつがついてるんですよ。ホイールもピカピカじゃないですか。最近変えたばっかりだっけ。そうっすね。去年の何月ぐらいだ。違うな、今年の2月ぐらいですか。全然最近だね。はい。よし、OK。結構このスポンジタイヤ4本やってると剥がれちゃう。だから2個入ってるのかな。決して2回分とかそういうことではないの。ダメになりやすいんです。ダメになりやすい。
まあおまけ程度のスポンジなんでね。大体ね、なんか付属品ってそういう感じっすもんね。そうだね、もうちょっと耐久性があればなおいいんじゃない。これだって1回じゃ使い切る量じゃないから。そうですね。だって60日耐久って書いてあったから、まあ60日経ったら再施工したいよね。よーし、いいかね。はい。というわけでね、86のタイヤにブラックの施工終了しました。かなりいい感じで、これ乾くとすごいツルツルになるんですよね。なので汚れがつきにくいかもしれない。もしかするとなんかね、しっかり撥水したようなしてないような、そんな記憶もあります。というわけで86がまた綺麗になりました。ありがとうございます。タイヤワックスの検証動画以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いしますそれではちょっとね、試乗させてもらいます。声聞こえるかなこれ不安でも車超楽しい。これもう5速入っちゃった86のいいところって音がいいっすよね。めちゃめちゃいいね。バイブバルブ最高だね。吸気音がね、いいっすね。ファンネル仕様だもんね。いやー、でもこんなスパルタンな車久しぶりに乗ったわでもトルクあるね。そうですね。これ何キロあんだろう。20キロぐらいあんの20キロはなかったな。カタログでなんか見た時は 16.5 ぐらいだったかな。いやでも速いな。超いいんでね。ヒール&トゥーがめちゃくちゃ気持ちよく決まるねレスポンスほんといいなこれ。もうちょんって踏んだだけでバーンって回転上がるから。今乗ってる、だから乗せ替えた20バルブのエンジンって111のエンジンなんですけど、それがなんか結構軽量化されてるみたいで、クランク、そう中身はいじってないんだっけ。中身は全然ノーマルなんですけど、コンロットとかがすごい軽いらしくて、すんごいレスポンスいいんですよね。めちゃくちゃいいのね、足がやべえなですよね僕もだからこれ街乗りしてる時ずーっとヒルトゥーしかしてないですもんいや、それぐらいやっぱ気持ちいいんですよね。気持ちいいな。